こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝とシンボリです。シンボリさん。はい。60分の無償相談会って何すると？わかんないですよね。問い合わせするって勇気がいる行動だと思うんめちですけど。ゃめちゃいると思います。緊張する。いいかな押していいかなってありますね。フライクはね、営業しないんです。おう。ゴリゴリガリガリ買ってくださいとか、いついつまで契約しないとうんって言わないから、60分無償相談会はもうちょっとね、楽に来てほしい。うざい印象ありますよね。問い合わせしたら、一生毎日のようにメール来るとか。ああ、今合ってるんですけど。はい。そう、電話とね、メールで、あの件どうですかって、どの件やねんみたいな。ね、なので、ちょっと相談したい、楽に相談したい、みたいな人にちゃんとお届けしたいなと思っておりまして、どこから手つけばいいかなとか、自分たちが導入したいと思ってるツールって自分たちに合うかなとか、他に頼れるとこないかなとか、問い合わせってなんだかハードル高いなって言ったあなたに今日はお届けしていきたいと思っておりますので、ぜひ、最後までご覧ください。今日はまだ本気を告げる前の段階の60分無償相談会についてしっかりとお話をしていきたいと思います。60分無償相談会ってどんなことしているのかな、フライクに相談するメリットとか、よくある質問知りたいなとか、セールスフォース、ボックスフリーといった IT ツールについて第三者の目線からの助言が欲しいなって思っているあなたにお届けしていきたいと思っております。成果は努力で作られる。早速スタート。結論からお伝えをしていきます。フライクの60分無償相談会はよくある商談とか営業ではないんですよね。まずは相性チェックのようなものだと思ってて、お約束していることが3つあって、売り込み営業はしません。IT ツールの打ち売りはしません。契約しなくても大丈夫です。本当に無償相談会ですって言った3つを用意してるんだけど、僕ね、企業と企業のマッチングアプリみたいかなって思ってるんだけど、60分無償相談会は。そう。フライクのマッチングサービスみたいな。だってさ、はい、断るときあるもん。ありますね。まずね、3分遅れてん？僕おらんもん。おらんってあれですよね。もうズームから抜けちゃうってことですよね。もうさよならって言ってテンプレートで今日の打ち合わせは何時から待っておりましたが、今日はいらっしゃらないのでこの打ち合わせは中止とさせていただきますっていうのを送っちゃうんですね、だってさ、大切なプロジェクトになった時にだよ、僕たちが3分遅れたらお客さん腹立つじゃん。それと同じだと思ってて、お客さんも遅れるような人だったら僕はビジネスはしちゃダメだと思っているので、お互いの相性チェックです。なので本当に営業と商談みたいなことはあんまりしないんですね。じゃあフライクの無償相談会って何をしているんですかって言った話なんですけど、59分間は僕が話します。なんて嫌じゃん、永遠に喋り続けられてん、嫌やん。やだ。なのでこういう風な流れなんですけど、まずフライクの紹介を5分します。フライクのオフィスのことだったりとか、システム連携組み立て図とか、私たちが代理店ビジネスをしていない理由みたいなところをお話をして、次の45分間はお問い合わせをもらった企業さんのお悩みを聞いていきます。こういう風なことやっててとか、こういうことに悩んでてとか、これとこういう風なことやり方してるんだけどどう思うみたいなことをお話を受けて、最後の10分間で今後どうしたいのかっていうのを聞いていきます。例えばなんですけど、このプロジェクトを成功するためにはフライクはこうしたいです、ああしたいですっていうのって僕おかしいと思ってて、お客さんがあくまで主人公なんで、お客さんがこのスケジュールで動きたいですっていうのを考えてほしいんですね。ただそれを考えることが難しかったらアドバイスをする。ただ今後どうしたいのかっていうのはあくまでお客さんが主人公だから、次にどう動くかっていうのをお客さん自身で10分間考えてもらって、僕たちができることとお客さんの期待値が合致した場合には秘密保持契約 NDA を結んで、その後さらにですよ、120分無償相談会っていうのをしてるんですね。でこの120分無償相談会結構こだわりがあって、僕はしないんです最近。だってさ、僕がプロジェクトを120分無償相談会したお客さんはずっと大滝さんなんだと思ってるのに、プロジェクトキックオフの時には大滝さんそもそもいなくて、初めましてシンボリですってお互いにめっちゃやりづらいじゃん、でお客さんは大滝さんがやってくれると思ってたで、
怖いシンボリックがやだって言うかもしれないじゃん。まあまあまあね、まあ、ね、はい、となると、まず120分無償相談会で、初めの10分間だけは僕がお話をして、シンボリですっていうのを紹介して、実際にお客さんが契約した時に、プロジェクトに入るメンバーは彼です、みたいな。でも、スケジュールがあるから、このタイミングまでにご発注いただいた場合につくかって言うけど、まずプロジェクトメンバーを仮でアサインして、シンボリとか他のメンバーが優勝プロジェクトの一部を切り取って体験してもらって、僕との相性だけではなく、シンボリとの相性も見てもらうとか、プロジェクトメンバーとの相性を見てもらう。そしてその後に1週間、2週間ぐらいもらって、クライアントからの提案をして契約をするっていう風な流れなんですけど、この流れどうです？本当にマッチングアプリですね。よいしょ。なんか相性チェックみたいなところとか、体験をして、それで決めましょうみたいなこともやっぱりやりやすいですよね。問い合わせが怖くないなって思いました。なので60分無償相談会は気軽に連絡してほしいし、大滝さんの時間取るの申し訳ないからみたいな考え方しなくてよくて、他の企業さんに依頼する前提でもよくて、ただそこで失敗してほしくないのね、僕は。せっかく稼いだ利益を投資するんだったら成功してほしいから、成功するためだったら僕の時間60分くらいはいいかなって思ってます。とはいえさ、クライクさんのスタンスは分かりましたと。ただ、これぐらいのレベル感で問い合わせしていいんですかみたいな考え方もあると思ってて、どういう問い合わせが多いかっていうと、ツール軸あるあるとかいろいろ用意してるんだけど、ツール軸あるあるでは、セールスフォースを導入したけど不安ですと。導入済みだけどうまく使いこなせていません。なので、セカンドオピニオンみたいな感じだよね。もうセールスフォースのパートナーはいるけど、ちょっとなら、時ですよね。あと2つ目は、ボックスやフリー会計を使いこなしてないけどどうしたらいいっていうのも同じですよね。営業に聞けよって思うかもしれないけど、営業知らんとよねみたいなこと結構あると思うので、よく知ってるフライクさん教えてくださいっていう風な感じですね。じゃあ次、フライクが使ってるシステムに似てるけど、こんな連携ってできてないなって思う企業さんたくさんいると思ってて、システム連携組み立て図と同じようなことやりたいけどどうしたらいいんですかみたいなアドバイスを欲しい人もいらっしゃると思います。次に、業務改善軸なんですけど、業務改善したいけどどこからしたらいいかわかんないとか、システム導入したけど導入しただけだって業務効率化につながっていませんとかさ、あとは Excel とか紙運用から抜け出せませんみたいな人たちもいると思うんですね。最後2つかな。システムパートナーへの不安って書いてるけど、不平不満不足だと思ってて、大きな声で言えないけどさ、セールスフォースさんから紹介されたけど、パートナー企業さんがちょっとな、みたいな時の不平不満だったりとか、セールスフォースとかフリーとか、ボックスとか複数ツールを連携したいのに、ベンダーに聞いてもちゃんとした答え返ってこないなとか、システムパートナーに頼んでもあんまりいい回答出ないなとか、今契約しているボックスの代理店に質問しても返信がないとか、解決できないとか、最悪の場合はたらい回しになってるみたいな企業さんいらっしゃると思うので、そういった企業さんはぜひぜひフライクに問い合わせをしてきてください。最後、社内事情あるあるですね。これ、ここまでいいんですかって言われることあると思うんですけど、フライクに相談したいけど、社内調整の仕方がわからない課長部長は、実はフライクのこと知らないけど、言っても聞いてくれないけど、どうやってフライクさん紹介したらいいんですかみたいなところとか、あとは業務改善したいけど、コンサルティングっていう名目が嫌いな経営陣っているじゃないですか。よくあると思うんですよね。うまくいい方法ないですかみたいなのをディスカッションしたいみたいなこともよくあります。こんな感じで私たちフライクに来るよくあるお悩みを話をしました。じゃあ最後、フライクに相談するメリットをシンボルさんから5つほど教えてもらおうと思います。フライクに相談するメリット。1つ目、振込営業をしない安心感がある。2つ目、複数 SaaS を横断的に助言できる。3つ目、業務改善とシステム導入の両面で整理ができる。4つ目、上申前の整理に最適です。5つ目、相談だけで終わっても全然大丈夫でございます。そんなメリットがあるんですけど、他にもね、不安系はよくありますよ。相談後はフライクで契約しないといけないんですかとか、本当に無料ですかとか、相談前に何かすることってありますかとか、いろいろあるんですけど、詳しくはね、ブログもありますし、ホームページも見てください。本当、いいやつだよね。こんなに情報提供しますって言ってるので、YouTube を見てもらうと分かると思うんですよね。この YouTube の内容って、ちょっとね、お届けしすぎだよね。コンテンツの中に。だけど、ほんとシステム導入成功率を 52.8% から 100% にしたいと思っているので、悩んでる方いらっしゃったら、遠慮なさらずに
私たちフライクにお問い合わせをください。ほとんど僕が初回面談では対応できているので、もう 99% ぐらいは対応できていると思います。たまには僕じゃないメンバーも対応していると思いますが、その時はラッキーと思ってください。基本は大滝が対応しますので、大滝が嫌いじゃない限りお問い合わせを待っております。僕だったら嫌だなと思う時には、シンボリさんと話をしたいですとかって言ってもらっても大丈夫ですので、ぜひお問い合わせをお待ちしております。では、今日の動画はここまでですが、はい。そわそわしている方に最後熱いメッセージしてみましょう。ポチッと押すだけです。ペッて入れると、あれがペッて出てくるので、本当に気楽にお問い合わせをいただければなと思います。で、あと、熱いメッセージをバーって書いてくれると、すごく喜んで、60分と言わずっていうスペシャルサービスがあるかもしれないので、熱いメッセージもお待ちしております。熱いメッセージ書いてらっしゃいますよね。意外といらっしゃいますね。そうなんですよね。テンション上がっちゃいますね。そんな熱いお問い合わせ、淡白なお問い合わせ、どちらもお待ちしておりますので、ぜひ私たちフライクまでお問い合わせください。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。